というわけでね、最近ね、よくいろんなリクエストがあって、昔の話をしてくれっていう人が結構いるのね。一番最初に F1 に関わりたいと思った、その憧れたのがね、本田宗一郎さんが初めてね、第1期 F1 の一番最初の F1 を作った時ね、その写真を見た時からね、もう50年以上だね。まあ基本的に50年。半世紀近く F1 って言い続けて、まだ言ってるね、このじいちゃんは。困ったもんだ。ということで、少しね、鉄Gの、F1 のルーツみたいのを少しずつ話していこうかな。今回はちょっと70年代のね、F1 を振り返ってみようかなと思っております。ベースはもちろん鉄Gベースですよね。というわけで、鉄Gがイギリスに渡ったのが1977年。前にも話したけど、76年 F1 in Japan っていうのを見て、富士スピードウェイで。見た瞬間、それが10月だか11月だか見て、明けた5月にはもうロンドンに行ってたからね、俺らはね。それで F1 やりたさにロンドン行っちゃって、どんがらやって、アルバイトしたりなんかして、職探して、英語勉強したりして、それで、一番最初に入ったのが、ティム・サーティーズ。ね。ジョン・サーティーズって親父がいるんだわ。これがそうやね。これがね、今、これがグッドウッドで撮ったね、サーティーズおじさん80歳超えたぐらいの写真だよね。これがオイラのボスだったの。二輪でアグスタっていうのに乗ってね、すごい速くて、58年、59年、60年で3年連続で 350cc と 500cc のね、ダブルタイトルを取り続けた二輪のチャンピオンなんでね、MotoGP のチャンピオンだよ、要するにね。それなのに F1 に行って F1 でチャンピオンになっちゃったのね。つまり、二輪と四輪、両方とものチャンピオンになった唯一無二の人なの。今まで一人もいないの。サーティーズ以外。チャレンジした人はいるけどね、成功はしてない。アゴスチーニともいう、もう今有名な人なんで、これもチャンピオンだけども、四輪もやったけど、不安には乗らなかったね、アゴスチーニは。というわけで、その当時、ジョン・サーティーズさん、ね、これがジョン・サーティーズ、乗ってる車がノースアメリカンズ・フェラーリ、ノースアメリカンというチームで出たんだけど、この乗ってる車はフェラーリのチャンピオンカーです。これオイラが撮った写真。なかなかよく撮ってるでしょ。これがね、ジョン・サーティーズ。この年までね、F1 を好きで乗れるっていうのも大したもんだよね。ということで、鉄人が一番最初にそのサーティーズ行った1977年に行って、78年の1月から仕事を始めたんだけど、サーティーズ TS ジュークっていうのね、ここの看板には1976年って出てます。これは76年、77年、78年のブランズハッチまで、使った車です。この車が鉄Gが初めて触った F1 カーでございます。鉄Gはこれのファブリケーター兼メカニックをやりました。ね、懐かしいね。これもね、サーティーズコレクションでね、サーティーズ本人が持ってる車だね。これが、鉄Gの一番最初の車はコスワース DFV っていうのを乗せてね、トライアングルシェイプのモノコックをしているのね。それでスポーツカーノーズでフロントに、オイルラジエーターがついてるやつだね。これはウォーターラジエーターが左右で、オイルラジエーターが真ん中のやつね。これがその横から見たやつだね。綺麗にレストアしてるよね、今。という、サーティーズさん。それで、その後、1978年で、次に出てきたのが、サーティーズ20。19を大幅に改造したやつね。これね、鉄人が一番思い出深いのが、このサーティーズ20というやつね。20っていうのは、ジュークの大改造型なんだけど、今見えているサスペンションパーツのほぼ全てを、鉄Gは作りました。自分で。ファブリケーターって板金屋さんやったんだね。この頃のやつはみんなスチールを切って曲げて溶接して部品を作ったのね。ここに見えるアッパーウィッシュボン、ロアウィッシュボン、プルロッド、それからプルロッド用のロッカー、そういうのを全部鉄Gが、その頃、こういうもん作る人が3人しかいなくて、1人がモノコック専門で、2人でやってたのね。それで一人はアップライトとかすごい手の込んだやつをやるやつで、こういうパーツのほとんどは鉄Gがパイプ切ったり、溶接したり、曲げたりして作ってました。この車の大半作りました。それで78年にチームが
F1 をやめるぞって言った時に、お金がないぞって言った時に、みんな辞めちゃったのね、ファブリケーターたちが他へ移っちゃったり。それで、鉄人だけが残って、それで、オーロラっていう、クラウマンフォーミュラー1に出た時に、この車が壊れちゃったのね、ボコーンって言って。それをね、鉄人は49日間でね、ゼロからクラッシュした車、アルミのパネルを曲げたりね、そういうことも含めて、それからリベットトントンと打ったり、溶接したりってしながら、1台を一人で作った覚えがあったな。その最後にはエンジンも一人で乗せたし、ギアボックスも一人でやったな。その時一人しかいなくて、他のメカニックいたんだけど、作れるやつがいなかったんで、作るのは鉄人の役でした。で、グラスファイバーも結構できたんでね、今これ、下がね、白いサーティーズってステッカーが貼ってあるけど、その下、削れてるね、この写真撮った時にサーキット走って削っちゃったんだよね。これは今のオーナーだけどね。このウィングなんかもオイラが作ったんだよ。この頃はカーボンファイバーなんかなかったからね。アルミニウム曲げて、トンテンカンってやりながら作ったんだ。これ見える？これね、コスワースのトランペット、上から撮ったとこね。昔、グランプリっていう映画があってね、ジェームス・ガーナーとかね、出てたんだけど、そのグランプリって、それから、三船敏郎がも出てたね、矢村さんって言ってね、矢村自動車の社長さんの役をやってたけど。それで、スタートの時ね、このトランペットの中にガソリンがピューッと入ってくんだよね。その板の上でチーッと踊るのがね、に興奮したら前にもこれ話したかもしれないけど、それの一番最初のエンジンがこれなんですよ。なんでかっていうと TS19 の時はメカニックだったけど、2番手メカニック、セカンドメカニックだったからエンジンなんかかけさせてもらえなかったんだけど、これ20になったらもうガンガンかけさせてもらって、かける係だったからね。それでそれを見た時にね、嬉しかったのね、もう。なんか映画の世界で見て憧れたもんがそのまんま自分の手でそれをコントロールするんだ。電圧見たり、油圧を見たり、温度見たりしながら。もう最高だったね。というのをやってた頃だね。DFV だね、これはね。これを何度もやりました。というのがね、このサーティーズの時代でしたね。1978年から現場に出て、この当時に、中谷隆二君というのがいて、彼はこの当時はエンサイにいたのかな。中谷君はウィリアムズに移っちゃって、その空いたところに、鉄人が入ったんだけど、なぜかってサーティーズが潰れちゃったからね。それで中谷君っていうのがエンサイにいて、フィッティパルディ。今でいうチャンピオンね、昔のチャンピオン、エマーソン・フィッティパルディ、そのお兄さん、ウィルソン・フィッティパルディっていう人も F1 乗ってたんだけど、あんまり成績良くなかったな。そのウィルソンっていう人がやってるフィッティパルディレーシング、コパスカっていうチームで、スポンサーの名前なんだけど、それのメカニックをやってたのね。だから、その3チーム、エンサイン、コパスカ、サーティーズって、後ろの3台、もうチームが一番遅いとこだったのね。一番じゃないけど、遅い方のチームだった。セッション終わった後ギアボックスかなんかばらして、ふっと左に見ると翔ちゃんがいて、藤池くんがいて、右見ると長谷、翔、デューイ、テツって言ってね、3人でね、ワイワイワイやってたんだ。例えばカナダとかアメリカとか行くと、結構長い間あって暇があって、夕飯なんか外へ食べに行くと、3人揃って日本食なんかよく行った。そうするとね、みんながあったジャパニーズギャングズとかね、ヤクザとか言われてね、ジョークだけどね。そういう楽しい時期だったらみんなが手を汚して一生懸命、それでチームの規模も似たようなもんでね、安い給料で一生懸命やってたけど、仲は良かった、やっぱり。それでみんなそれぞれインデペンデントでそういうチームと関わってたから、他のメカニックやなんかの知り合いも十分あって、彼らなりに、オイラなりに、その当時の連中とも今は付き合ってんだね。とってもいい仲間が F1、その当時の F1 で、オイラたちは作って、その仲間として今も仲良くしてんのね。最近藤池君とはやっぱり遠いから住んでるとも合わないけど、中谷君はすぐそばに、オイラの家のすぐそばに住んでるんで、時々会って昔のヨタ話をするんです。というわけで78年、70年代、ね、スワースのエンジンとアルミモノコックという時代を僕らは楽しく過ごしたわけですよ。